KY スタイルです。今日は年末年始の京都をご紹介します。日本の古都、京都はお正月を過ごすのにぴったりな場所です。ちなみに東京から新幹線で行く場合、富士山が見えやすいのでいい席がおすすめです。京都は有名なお寺や神社がたくさんあるので、除夜の鐘を鳴らしたり、初詣などお正月が楽しめる場所でいっぱい。こちらは清水寺。清水寺はサンセットの名所なので、夕方行くのがおすすめ。夕暮れ時の京都の景色はとても綺麗。京都は建物の規制が厳しく、昔ながらの街並みを守っているため、清水寺からは美しい京都市内の景色を堪能できます。清水寺はライトアップも有名で綺麗です。また、日本一有名なお寺の名にふさわしく、ご利益が健康美容出世と幅広いのも大変魅力的。こちらは通称京都の台所の錦市場。400年を超える歴史があり、年末大晦日は大賑わい。京都のお正月の活気が味わえます。こちらは大晦日の八坂神社。とても混んでいたので、こちらでカウントダウン。八坂神社のご利益は、疫病退散、無病息災。京都では伏見稲荷神社に次いで初詣に人気な神社です。ご利益的にもコロナ禍は特に人気が集まり、入場制限してました。個人的には大晦日は八坂神社、元日は伏見稲荷神社に行くのがおすすめです。八坂神社は京都の中心街にあり、祇園や京都屈指の繁華街、四条河原町が近いので、初詣の後は年越しそばを食べたり、除夜の鐘を鳴らしに行くのにも好立地です。こちらは八坂神社の裏山にある長楽寺。とても素敵なお寺です。使納金500円で除夜の鐘を鳴らすことができます。サービスでいただいた甘酒が身と心に染みました。冬の京都はとても寒く、こちらは雪降る祇園。おつな景色です。こちらは京都でおすすめな蕎麦の老舗、蕎麦の実吉村さん。おすすめは限定メニューの夜の正月御膳。見てください、このボリューム。お蕎麦はもちろん、蕎麦湯が絶品。体が温まります。改めまして、明けましておめでとうございます。翌日、元日の朝一でまず向かったのは金閣寺。金閣寺は現在、朝の9時から夕方17時まで拝観可能。正式名称は六恩寺。中心地から少し離れているため、シーズン問わず朝一に行くのがおすすめです。そして元日、200円で除夜の鐘が鳴らせました。大晦日に京都で除夜の鐘を鳴らす場合、枚数限定の整理券が必要なお寺が多いので、整理券の獲得が難しそうな方にも、元日の金閣寺はおすすめです。この日はポストカードもいただけ、元日からとってもハッピーでした。伏見稲荷神社へ初詣に行く前に続いて向かったのは東寺。東寺は世界遺産で現存している唯一の平安京時代からの遺構です。トレードマークは木造建築の五重塔。日本にある木造建築で一番高い建物の東寺の五重塔です。これすごい高い。東寺は五重塔の他に国宝や重要文化財がとても多いので、京都に行く際絶対外せないスポットです。余談でちょっとスピリチュアルな話を挟むと、私俗に言うパワースポットでパワーを結構感じるタイプの人間なんですけど、東寺は初めて来た時からこの謎のパワーみたいなものをすごく感じました。あんまり詳しくないんですけど、もしかしたらパワーが強い場所なのかもしれません。続いて向かったのは清水寺。京都らしい風情漂う景色がたまりません。昨日は拝観目的でしたが、本日はお昼を食べに来ました。こちらは江戸時代から続く京都の湯豆腐の名店、奥丹さんです。創業なんと1635年。いかにも京都らしい風情漂う古き良き魅力あふれる佇まいです。古き良き建物がゆえに冬場は冷え込むので、防寒対策をして来店することをお勧めします。今回は2名で来店したので、お決まりコースと昔ながらのお豆腐コースを注文。まずはごま豆腐と木の芽田楽味噌のお豆腐で乾杯。こちらめちゃくちゃ美味しかったです。お決まりコースと昔ながらのお豆腐コースがこちらのお店の定番メニューで、2つのコースの内容はほとんど同じです。違うところはただ一つ。メインの湯豆腐のお豆腐の種類が違うので、食べ比べを楽しむのがおすすめです。昔ながらのお豆腐コースは木綿豆腐で、お決まりコースは絹豆腐。どちらもとっても美味しく、
京風だしやトッピングの九条ネギと相性抜群。四季を感じる和風庭園を眺めながら名物料理をいただくこの瞬間は至高のひととき。まさに京都へ行く方におすすめしたい京都らしい名店です。ちなみに今回はお座敷だったので久々に正座をしました。途中で痺れましたが、どこか懐かしい和の文化を感じられてよかったです。続いてこちらは SNS で話題の八坂庚申堂。カラフルなお手玉みたいな布袋がとってもフォトジェニック。続いて清水寺エリアから移動して初詣で伏見稲荷神社へ行きました。というか、もう散々お寺や神社を回っているので、初詣とはって感じではありますが、見てください、この貢ぎ物の山。それもそのはず。こちらのご利益は、商売繁盛、五穀豊穣。任天堂など、様々な企業からの贈り物の量が、ご利益の強さを物語っています。何を隠そう。私自身も伏見稲荷神社は、今まで行ったパワースポットで、一番強いパワーを感じた場所です。そんな一押し神社でおみくじを引きました。おみくじが最悪すぎる件について、ほとんど悪い、最も最悪のおみくじで、世の中を舐めすぎていると痛い目に遭う自己反省をするべきだということが書いてあります。めちゃくちゃ落ち込みました。しかも実はこの後色々あってめちゃくちゃ苦しみました。早速自己反省しながら1000本の鳥居をくぐります。後で調べてみると、伏見稲荷神社のおみくじは17種類あって、その中で一番悪いおみくじだったようです。伏見稲荷神社は全部回ると往復4キロ。結構ハードなので自分を見つめ直すのにぴったりです。そして年末年始問わず、私がめちゃくちゃおすすめしたいお店をご紹介します。四条河原町の路地裏に佇む老舗、汁香さん。人気店で並びますが、店内の待合室で待てるのが嬉しいです。ストーブが効いていてとってもあったかい思いやりを感じました。こちら風変わりな店内と京都名物白味噌が本当に美味しい。こちらは定番の人気メニュー利休弁当で汁の具は追加料金を払う形でアップグレードが可能。私のおすすめは一番人気の落とし芋。甘い白味噌と相性抜群。めちゃくちゃ美味しいです。こちらのお店はもともと舞妓さんや芸者さんが芸を見せるお店だったのでしょうか。舞台みたいな場所を囲って食べる斬新なスタイル。1932年開店の老舗だけあって京都風情を楽しめます。お料理は一品一品丁寧に作られていて本当に美味しい。京都の食文化レベルの高さが伺えます。そして店名にもなっている京都名物の自家製の白味噌の汁物は忘れられない美味しさ。自信を持っておすすめできる京都に行くなら絶対行くべき名店です。私も通います。いかがだったでしょうか？京都はパワースポットが多く本当に素敵な場所です。有名なところを巡っても楽しいですし、パワースポットには相性があるそうなので、ご自身に合ったパワースポットを巡ってみてもとっても楽しいと思います。それでは楽しい旅を。ご視聴ありがとうございました。